夜空に輝く無数の星々。月や惑星、明るい恒星が夜空を彩ります。恒星以外に肉眼で見ることができる巨大な天体があります。それは銀河。地球から最も近いものでは大マゼラン雲や小マゼラン雲、そして巨大銀河アンドロメダ銀河です。アンドロメダ銀河は肉眼で見ることができる最も遠い天体の一つであり、北半球、秋から冬にかけ月のない夜に見ることができます。アンドロメダ銀河の位置はカシオペア座とペガスス座の間にぼんやりと輝く天体です。明るい中心部が目立ち、とても小さく見えますが、全体のサイズは満月の5倍ほどと巨大です。今回はそんなアンドロメダ銀河に旅してみましょう。地球から離れ太陽系を飛び出し、天の川銀河の外に向かいます。天の川銀河の全体像が見えてきました。そこから宇宙船の向きを変えると、遠くにひときわ大きな銀河が見えます。アンドロメダ銀河です。距離は250万光年。光の速度で250万年かかるというのはあまりにも遠いですが、天の川銀河からアンドロメダ銀河に進み始めて120万光年ほどのところからアンドロメダ銀河の構造の一部に突入します。それがアンドロメダ銀河のハローです。ハローとは銀河全体を包み込んでいる球状の領域。星やガス、ダークマターで構成されています。密度が小さいため肉眼では見えませんが、ハローの物質は銀河全体の物質とダークマターの重力でつながり合っています。アンドロメダ銀河ハローの端までやってきました。ここはすでにアンドロメダ銀河の一部です。ハローを除くアンドロメダ銀河の直径は22万光年。私たちが住む天の川銀河の約2倍。中央のバルジはとても明るく、バルジから伸びる腕は渦を巻き、とても美しい。アンドロメダ銀河には天の川銀河の2倍以上の恒星が存在します。試しにガスや塵を隠し、恒星だけをピックアップしてみます。恒星を単なる点で表現したとしても 4K 画質には全く収まりません。なぜなら 4K の画質、要するに点の数は約830万個。もし1兆個の点を表現したければ 4K ディスプレイが12万枚以上必要です。そして12万枚以上の 4K ディスプレイの画像をすべて点灯させ、ようやくアンドロメダ銀河の構成すべてを表示できます。アンドロメダ銀河周囲には小さな銀河がたくさんあります。その多くはアンドロメダ銀河と重力でつながり、アンドロメダ銀河周囲を公転しています。アンドロメダ銀河周囲を公転する銀河のことを伴銀河、あるいは衛星銀河と言います。近くの銀河は公転するだけではなく、お互いの重力で引き合い、衝突したり銀河を突き抜けていったりすることがあります。例えば実際にアンドロメダ銀河は100億年以上前から小さな銀河との衝突を繰り返し、吸収しながら大きくなっていきました。
過去にアンドロメダ銀河と大きな相互作用があった伴銀河の一つが M32 です。これが M32。直径は約8000光年と小さく、ガスや塵は少なめです。なぜなら M32 がアンドロメダ銀河に近づいたとき、物質の多くをアンドロメダ銀河に吸収されたためだと考えられています。物質が減ってしまったため、新しい星がほとんど生まれず、銀河の中の構成は古い星ばかりです。中心にはブラックホールがあり、サイズは天の川銀河中心のブラックホールと同じくらいです。M110 も M32 と同様、アンドロメダ銀河に多くのガスや塵を吸収された銀河です。サイズは15000光年ほど。主要な質量をアンドロメダ銀河に奪われ、小さな銀河になりました。三角座銀河 M33。直径は6万光年と巨大。アンドロメダ銀河との距離は75万光年。先の2つの銀河よりもかなり遠い場所にあります。よってもともと三角座銀河はアンドロメダ銀河の伴銀河ではなかった可能性が高くなっています。今から約20億年から40億年ほど前、アンドロメダ銀河に接近し、銀河の形が乱され、現在のような独特の形状になりました。三角座銀河には有名な天体があります。それは NGC604。直径約1500光年の超巨大星雲です。1500光年がどれほど大きいのかは、天の川銀河内にあるオリオン大星雲と比べると実感できます。オリオン大星雲は非常に巨大な星雲ですが、もしこの場所に NGC604 があったなら、地球からは金星ほどの明るさで輝いて見えます。アンドロメダ銀河周囲には星が球状に群がる球状星団があります。中心から13万光年離れた位置にある球状星団 G1。G1 は天の川銀河が所属する局所銀河群の中で最も明るい球状星団です。ブラックホールが見えてきました。このブラックホール、これまでほとんど発見されなかった中間質量ブラックホールです。G1 はもしかするともともと小さな銀河であり、その多くをアンドロメダ銀河に吸収された残骸なのかもしれません。この他にもアンドロメダ銀河には不思議な天体があります。それが M31N200812A 白色矮星と恒星の連星です。白色矮星は星の死骸です。太陽ほどのサイズの恒星が寿命を迎え、コアがむき出しになった天体です。密度が高く重力が強力なため、連星のもう片側の恒星表面の水素を剥ぎ取り、白色矮星の表面に溜め込んでいきます。白色矮星表面にたまる水素は量が増えるとどんどん圧縮され、いずれ核融合の臨界点に到達します。すると表面の水素が一気に核融合し、大爆発を引き起こします。これが新星です。新星はありふれた天体で、天の川銀河の中にも大量に存在しています。一方 M31N200812A が珍しいのは爆発の間隔。なんと1年に1回ほどのペースで爆発を繰り返しています。爆発周期が短いのは白色矮星の質量が大きいためだとされています。
毎年爆発する天体はちょっと不思議です。アンドロメダ銀河中心には天の川銀河と同じく巨大なブラックホールが存在します。サイズは天の川銀河中心のブラックホールの50倍以上。巨大銀河に存在する大量の物質を吸収したブラックホールはやはり規模が違います。サイズは異なる一方、形は天の川銀河によく似たアンドロメダ銀河。これほど巨大で大量の天体があるなら、惑星もたくさん存在しているはずです。一方、実際にはアンドロメダ銀河の惑星はほとんど観測されていません。距離が遠すぎるためです。そんな中、一つの天体がアンドロメダ銀河に存在する惑星の候補になっています。それが PA99N2。距離が遠く暗いため直接観測することはできません。そこで重力レンズを使います。前後の恒星が重なるとき、片側の恒星の明るさの変化を掲示的に観察します。通常、恒星の前を恒星が横切れば、観測している場所は急激に明るくなり、再び元の明るさに戻ります。明るさの変化をグラフに表せば、グラフの形は左右対称になるはずです。一方、もし恒星に惑星が存在すれば、惑星の重力によって光は曲がり、グラフの形は左右非対称になります。こうして PA99N2 が発見されました。しかし、これが惑星だと確定したわけではありません。なぜなら、特定の恒星が前後に完全に重なることは非常に稀であり、再び同様の観測ができないためです。よって現在でもアンドロメダ銀河の惑星の観測には成功していません。きっと存在するであろうアンドロメダ銀河の惑星発見のニュースが楽しみです。今日旅をしたアンドロメダ銀河は私たちが所属する極小銀河群の中で最大の銀河です。そして極小銀河群内の銀河は互いの重力でつながり、近い将来天の川銀河とアンドロメダ銀河は合体し、ミルコメダ銀河が誕生します。他の小さな銀河の多くもミルコメダ銀河の一部になるかもしれません。一方、宇宙の膨張は加速しており、遠い未来には観測可能な宇宙にミルコメダ銀河以外の天体が存在しなくなります。JST が毎回紹介する名言の中に今日のテーマにぴったりなものがあります。今回はその言葉とともに地球へ帰還するとしましょう。理論物理学者ローレンス・クラウス。50億年以内に宇宙の膨張は全ての銀河が検出不可能な速度に達する。最も近くの銀河ですら光速を超えて遠ざかる。これは将来の文明が他の銀河や宇宙背景放射を知る機会を失うことを意味している。彼らは必然的に宇宙について間違った結論に達するはずだ。そう、我々は特別な時間に生きている。特別な時間に生きているということを確認できる唯一の時間に。